第4章、各種の霊媒能力。問い、いかなる人物が霊界の機関たるに適するか。霊界の求むる人格。霊媒能力が種々雑多に分かれることはわざわざ断るまでもあるまい。ある種の霊媒は単にその一種特別の体質のために選ばれる。つまりそれらの人たちの肉体組織が外部的客観的の霊的表現を行うに適当しているのである。彼らは精神的にはほとんど何らの能力もない。たまたま背後の支配霊たちが何らかの通信を行うことはありても、その内容は通霊末梢的のさじにとどまり、時とすれば取るに足らぬ芸語やら取り留めのないデタラメやらでさえもある。この種の霊媒はもっぱら霊の存在を証明するために用いられる。肉眼には見えない他界の居住者が彼らの肉体を利用して客観的な現象を作成することができるからである。要するにこの種の霊媒は初歩の心霊現象を作るための機関に過ぎない。が、そうかといって彼らの仕事がつまらないということにはならない。信仰の基礎工事は実に彼らによりて築かれるのである。それからまた一部の霊媒たちはその性質が善良で慈悲深いために、霊界の選抜に預かる彼らは多くの場合において物理的心霊現象の用具とはなり得ない。また最初は霊界との意識的な通信さえも成し得ない。が、彼らの素直な性質は霊的感化を受けやすく、天使たちの監視のもとにその順序が驚くべく開発されてくる。その結果、次第に意識的に霊界通信を行いうるようにもなり、またある程度の霊視能力を恵まれて折節高いの状況を別見することにもなる。彼らの背後に控えて働くのは通霊ある情け深い霊的存在で、印象的に絶えず必要な指導を与える。こうした人たちはいつも愛と平和の清き雰囲気のうちに包まれ、生きては輝かしき人間の模範と仰がれ、死すれば直ちに安息の境地に迎えられて平和の真光によくするのである。それからまた他の霊媒たちは理知的に発達を遂げており、知識の確保、真理の普及に使われる。その背後に控えているのは皆進歩した霊界居住者たちで、あるいは良き思想を送ったり、あるいは良き方法を指示したり、あらゆる手段に訴えて遺憾なく感化影響を及ぼそうとする。霊界の用いる手段たるやいずれも巧妙を極め、とても地上の人間には基地し得ないところがある。この際、霊界人にとりて何より困難を感じるのは適当な霊媒。ずっと上からの通信を感受しうる適当な霊媒を選び出すことである。まず第一にその人物は受動的な心の持ち主であらねばならぬ。なんとなれば本人の心が吸収するだけしか何事も注入し得ないからである。次にそれは愚かなる人間界の先入種から全然脱却したものであらねばならぬ。利害特質の打算から真理の指示に背くような魂ではとても我らの用途にはならぬ。さらにまたその人は一切の宗教宗派的のドグマの捕虜であってはならぬ。これと同様に一致反対式の知識の持ち主であってもならぬ。それらは自分の無知無学に気づかぬから手がつけられない。我らの求むるところはどこまでも自由で素直で純情で知識欲が旺盛で真理の吸収にかけて悪ことを知らぬ清き魂の持ち主であらねばならぬ。次に我らの仕事は積極的な自主的意見に捉えられてやたらに反対したり、また個人的欲望の奴隷となりて白を黒と言いくるめたりするような人であってはほとんど何事もなし得ない。そうした場合には右の人物の悪癖の強制に手間取れて余すところが幾ばくもないことになる。くどいようだが我らの求むる人物は敏腕で熱心で心理欲が強くて寡欲で、そしておとなしい魂の持ち主であらねばならぬのである。人選に骨が折れるはずではないか。ことによるとそうした人選は不可能と言った方があるいは適当かもしれぬ。で、やむを得ないから我らは多くの中で一番マシな人物を選び、これに普段の薫陶を加えつつ曲がりなりにも初期の仕事を遂行せんと覚悟するに至ったのである。我らとしてはまず努めて愛と寛容性とをその人物に注入すべく心がける。すると右の人物は
ここに初めて平勢の壁原から離脱し、真理が思いのほかに多面的、また多角的であるゆえんを悟ってくる。次に我らは右の人物として吸収しうる限りの多くの知識を注入してやる。一旦知識の土台が据えられると、ここに初めて安心して上部構造物を築くことができてくる。核のごとくして右の人物が精神的に次第に改造されてゆき、どうやら我らの初期の目的と調和してゆくことになる。無論こうした仕事に失敗は伴いがちで、我らとしてもやむなく中途で見捨ててしまわねばならぬ人物はたくさんある。世にもどしがたきは人間界にこびりついている古い壁犬であり、またどうにも始末にゆかぬのは宗教宗派の牧首する数々のドグマである。これは時の流れに任せる他に道がない。我々の力にも到底及ばない。なおここで一言付け加えておきたいのは、我らの教えが徹底的に一切の恐怖を人の心から占拠せんことである。要するに我らの使命は、神と神の使徒に対して全幅の信頼を置くべく、魂たちを指導することである。